当時のだからね。うわー、そうそう、これも。Welcome back to Laboratory Tsushin. It's your host, Julius Yagihara. Did you watch the previous Jay Adams episode? In creating a special about Z-Flex, we introduced the long history of the company in different generations, and I'm sure by now you acknowledge that Z-Flex is a company that is rooted in the history of skateboarding. In Japan, there are many people who appreciate the movement of Z-Flex, with shops importing the earliest works and people collecting legendary artifacts. We will start this episode by introducing the Z-Flex lovers of Japan. Hope you enjoy it. サングロワークスの滝本と申します。藤倉誠です。スケートボードのディストリビューターやってたりとか、サーフィンの小物を自社製品で作ってるサングロワークスに入って、前身の会社がサングロっていう会社があって、でそれが1978年先代の社長が立ち上げて G-FLEX の一部のパーツを取り扱っていたことがありましたと。これ多分70か80頭ぐらいだと思うんだけど、そう新之助くんっていう多分日本で一番の G のコレクターなんだよね。90年代から2005年ぐらいまで作られてたと思うんだけど、これ90年代のカラー、ネオンカラーなんだよね。で2000年代になるとちょっと分かりづらいかもしれないけど、ちょっと色がね、そう蛍光なんだけど、こっちそう発泡プリン。完全な造形美でしょ、これは。完成されたデザインだよね。多分80年の終わりぐらいだと思うんだよね。その千葉の船橋にスケートパークがあって、そこに初めて中学生でスケボー始めてすぐ行った時に G ローラートラックをねつけてる人たちがいて、で結構みんな独特なスタイルっていうか独特なファッション、なんかちょっと雰囲気が違う感じの人たちがその船橋には結構いたっていうイメージで、ちょっと不良っぽい尖った感じの人たちで、それが後に東京 G ボーイズっていうチームの人たちだっていうのが雑誌で知ったみたいな感じかな。ノンキーっていうサーフショップがあって、ノンキーっていうところを拠点にその東京 G ボーイズが運営されてるっていうのは後に知ったよね。俺はたまたま91年に友達同士のつながりで東京 G ボーイズのチームに入ることになって、チームがちゃんとあった状態で98年まで活動してたかな。それ以降の活動は2000年以降に断続的に日本では活動、そのチームがあって活動してっていうのをやってたみたい。自分の中の東京 G ボーイズっていう活動は98年まで、東京 G プロダクツっていう会社があったのも98年までだった。その僕が入った時は G-FLEX 自体もまあ東京でもずっと日本でもね、まあ扱いもなくて、俺が高1で上野公園にスケボーに連れてってもらったんだよね。そしたら先輩たちがみんな G ローラーだったんだよね。なんかもう音が違うんだよね、プッシュしてる音がすっげえかっこよくてさ、一番かっこいいと思ったから、明らかに他のスケボーブランドとはもうなんつうの、匂いというかさ、完全に違ったじゃん。多分そこにやられてると思う。中学校で僕らがスケボーしてて、森田君の地元の中学校の3つ下の後輩なんで、まあ森田君がもう G のライダーだったから地元のヒーローみたいになってたんで、着る服とか板はその頃は G のものを探して真似してきてたっていう。僕はそれこそもちろん中学校の頃からずっと愛用してたブランドだったから、これなんとかできないかなっていうのをまあその会社の人と話してる中で森田君に相談したんだよね。一
回森田さんのところでお話のしに行くと、非常に G フレックスの思い入れがあり、あ、ブッチだ、すごいね。うわ、これやばいね。これで T シャツ作ってくんないかな。これだけ多くのファンを抱えるブランドっていうのは、もしかしたら日本でやってみたら面白いのかなっていうのが、一応リブランディングをスタートしたきっかけですね。向こうからそのブランドの名前借りて、日本だけの昔ながらの洋服を作ろうっていうのが始まって、その G フレックスのもう最初作る時は昔の70年代80年代の T シャツをリメイクというか、その当時のまんまを作ろうっていうので1回目ものを作ったから、新之助君がもうその頃の全てね T シャツ持ってるから、ロゴのサイズとかそういうのは全部その人の持ってるその時代の T シャツを参考に作ることができて、明らかに周りと違う雰囲気の人たちが多かったわけじゃん。ちょっとアウトローチックなさ、そういう先輩たちに憧れたっていうのはあると思う。 G フレックス結局スケートブランドだし、もともと俺が G フレックス知ったのは森田君が東京 G ボーイズっていうチームでやってたのを見て、それに憧れてだったから、森田さんのアイデアの中で、やっぱり G フレックスをやっていくにあたっては、そのチームを作ることが非常に大事だと。チーム作りたいなみたいな。誠から話来たの多分2017年とかじゃない。 G フレックスを日本でもう一回やりたいんですけどって言われて、またやりたいって言うんだったら絶対にスケートチーム作んなくちゃダメだと思ったのね。 G って多分チームなんだと思う、絶対重要なのが。俺が教わったその G のスピリットっていうのは、好きじゃなきゃダメっていうか、 Z っていうもの自体が好きじゃないとライダーも成立しないっていうか、運命的なものなんだよ Z って。俺が思うのはその運命的なものを持ち合わせて人が重なってくる瞬間っていうのがあって、それをじっくり待ったっていうか、チームを作る上で構想が自分の中にあって、 Z は1976年から始まった会社なんで、歴史が長いでしょ。温故知新でベテランのスケーターと若手のスケーターのそのレンジの幅はとにかく広くしたかった。で俺が47歳だから、俺一人でそのチームをまとめ上げるっていうのはかなり難しいって初めから思ってて、俺と同じぐらいの活動してて、自分とはかなりタイプの違うスケーター、北ちゃん、北村元明、自分がお店をやり始めてから一番最初に来てくれたコアなスケーターだと思う。彼はプールを自分で作ってっていうスケートで、接点なかったんだよそれまで全然。で自然と仲良くなって、俺も彼が滑ってるところに行きたいっていう興味を湧いて、彼もこっちに興味を持ってくれて、最初はだから北ちゃんを誘ったね。でその次が一世、桜井一世。一世はね、たまたま俺が海外のインタビューもらった時の雑誌にたまたま違うページに載ってた少年なの。大会かなんかでステルフィッシュのエアをしてる写真で、うちの FESN の板を乗ってくれてたの。全然知らない子だったのに海外の雑誌でそれを見るっていうのはやっぱ一つの縁だなと思って、すぐに誰なんだろうって言って探したの。ずっと同じ板を乗ってるって言ってくれてて、面白い子だなと思って、そこから自分がものすごい興味を持って、初めて会ったのは10歳ぐらいだったのかな。波乗りの動きが入ってるなと思って、他のいろんなキッズスケーターとかもいると思うんだけど、ちょっと違うって感じがしたかな。スミスグラインド1個取ってもこだわりがあってやってるかってやっぱ分かんないよ。レオンはね、たまたまその自分が活動してるそのアートワークの方で知り合ったスケーター。自分が野外にそのミニランプを置いて標識を立てるっていう作品をアートショーで作ったんだけど、遊びに来てくれてた子がレオンで、それ以来俺がやってるお店にしょっちゅう遊びに来てくれるようになった。レオンを誘おうと思った一番のきっかけは、ちょっと匂いが違うっていうのはなんとなく分かるっていうか、なんか口じゃ言い表せないんだけど、そのストリートに一緒に出た時のそのスケートしに行った時の立ち振る舞いとかっていうのがすごくなんか趣味が合うっていうのかな。あと彼が俺のやってることに興味を持ってくれてたっていうか、で俺も彼のやってるスケートに興味を持ったっていう。北ちゃん、一世、レオン、俺でメンバーが4人決まった時に、
九州にツアーに行ったんだよね。俺らと一緒に滑りたいって言って来てくれたのが元木はなんか口数すごい少ないんだけど、滑りですごいこう自己主張をちゃんとしてくるっていうか、例えば1個のスポット行ってみんなは直線で動くのに、元木だけはもう逆サイドから入ってくるみたいな、そういう彼自身が持ってるそのスケートに対するアプローチがすごく気に入ったというか、何のためにスケートしてんのみたいな話をした時に元木が思ってることを言ってくれて、元木の考えてるそのスケートボードのアプローチはうちらチームも刺激になると思うし、面白かったっていうか、元木もだから自然とついてきてくれたっていうか。How was that? Isn't it amazing how much she was able to collect? I would like to take time here to appreciate the beginning of the Z-Flex Japan team. Deep respect to all the riders and people who worked hard to make this happen. I am very excited about the coming projects in the future. In Laboratory Tsushin, we will continue to report the activities of Z-Flex team, so please stay tuned. Lastly, I got one more thing to say. This will be my final episode as your host for Laboratory Tsushin. I feel very fortunate to be able to report the history of this amazing company to you, and thank you so much for taking your time and appreciating this with me. Again, Laboratory Tsushin will continue to produce content, so check it out whenever a new episode comes out. I'm your host, Julius Yagihara. Looking forward to see you again. ありがとうございました。これ90年代、これ2000年代。はいはい、なんでわかんの。ちょっと違うんだよね。違うね。太さがちょっと違うの。90年代のがちょっと雑なんだけど、なんかかっこいい。確かにアウトラインかっこいいね。ああやばい、ああこれはやばいね。これ当時のだからね。うわー。